ハローエブリアン、どうもリアンです。ってことで、今回は、初心者向けのね、講座というか、講座っていうほどでも全然ないんですけど、初心者向けこれからバルーン使おうとしてる人とか、今使ってるけど、ちょっとむずいなって感じる人向けの動画ですね。で、まず、バルーンの手札の回し方と、手札の優先順位ですね。をちょっと話していこうかなと思います。で、優先順位はこんな感じで、1,2,3,4,5,6,7,8って感じで並んでて、ディガーが一番、適当にタワーに投げるんがね、安牌なんでね、やっぱりディガーは。で、2番目は一応スケルトンで、自分はスケルトン切って、ディガーね、投げたりしてたんですけど、もし相手が、プリンスとかね、ミニペとかをディガー受けでね、出してきたときって、こっちの受けはタルババユキとか、それかアイゴレとかね、逆釣って、で、処理っていう形になると思うんですけど、その時にやっぱりスケがいなかったら、エリアド取られたり、プリンスならね、特にアイゴレで逆釣っただけじゃ、ミニペと違って、完封できないんでね、ちょっと突進入っちゃったりすると思うんで、またこのタルババとかマースケとかユキ使っちゃわないと処理できないってなるんで、なんでやっぱスケルトンがね、このディガーを相手が受けてきたユニットに対してこっちが受けるときにスケルトンいるのといないので、ちょっと違うんで、なんでスケルトンは気持ちいい優先順位低めにしてます。で、この呪文2枚はやっぱりタルババはバレルとかにね強いし、陸受けもできるんですけど、雪玉はね空にも対応できるってことで、タルはね陸だけでも、雪はタルと陸空と陸両方対応できるんで、タルと雪あれば雪の方がね気持ち手札に残すようにしておきます。で、やっぱりアイゴレ切った後とか手札サイクルね、この順番で初手回ってくることないんでね、ほぼほぼなんで、このアイゴレ切った後、アイゴレを切った後とか特に雪玉じゃなく、雪玉を先切った時って、やっぱコウモリディガーとかね、それこそバルーン飛ばされた時に雪玉で防衛する方がね楽だし、コウモリもね雪玉ないと抑えられないっていうので、やっぱねタルババより雪は手札にちょっとでも残しとくようにしてます。で、この2枚ですね、最後で、この2枚はどっちから切っても僕的にはいいと思うんですけど、ただ相手のデッキに合わせてやっぱり切るタイミングとかが重要で、例えばラバに対してはやっぱりマスケしか攻撃できないんで、このデッキではやっぱりマスケ、相手のデッキがラバだなって思ったり、ラバ出してきそうな時はこのマスケよりアイゴレを先に切ってあげると。で、相手のデッキが逆にクロスとか陸受けがちょっと欲しいなっていうデッキの時は、メガナイトとかね、あとは時はマスケを先に切ってあげる。このアイゴレをケツから出してメガナイトで受けられたり、アイゴレをケツから出して逆サイドにクロスを置かれて、ボムタワーとかディガーとかでね、あーって言って慌てて受けてちょっと持ってかれるとか、そういうのもったいないんでね、そういう時はやっぱりマスケを先に出してあげて、とりあえず陸受け確保しとくんがいいと思うんでね。なんでこの2つはどっちから切っても基本的には大丈夫だと思うんですけど、この相手のデッキに対してね、やっぱり切ってはいけない方、優先順位、相手のデッキに対して優先順位つけてあげて切るってのが大事ですねっていう感じですね、手札の回し方は。あとはやっぱこの4枚プラスこのどっちかのこの5枚でひたすら手札を回していくって感じですね。で、戦ってる時、試合中意識とかは試合実際にねやってみつつ、解説というか意識というかで、意識で大事なのはやっぱり対空把握。バルーンに対してバルーンに対しては対空把握で、さりげ大事なのが8枚ともやっぱ全デッキにおける割と当たり前なんですけど、8枚ともね相手の全部のデッキ
一枚一枚把握するっていうことが大事ですね、やっぱり。で、展開というか、その、上位ってね、グロラン入ってる人とかは、やっぱりテンプレが強いんでね、デッキって。ほぼテンプレなんですけど、展開未満とか、展開付近の人とか、それこそ4000とかね、まだあんまクロラやってない人とかのトロフィーは、多分、テンプレよりレベルがないとかで、いろんなね、なんか種類のオリジナルのデッキがあると思うんですよね、多分。対空が、普通は2枚とかなんですけど、4枚とかね、3枚とか、いろいろ入ってたり、なんなら対空が1枚しかないっていうデッキとかね、あると思うんですけど、そういう時に、やっぱり相手のね、デッキ全部出たなとか、呪文もうないなとか、大型呪文この相手ないなとか、把握できといた方がやっぱりやりやすいと思うんで、8枚把握はね、大事だと思いますってことで、とりあえずね、序盤、マルチをやっていきつつ、で、そうですね、意識することは、そんな感じですね。まあ、あとは、相手のデッキに対してね、柔軟に対応するって感じで、で、それこそ、スパーキーに対しては、ディガーとかを出さず、バルーンを先に出したり、することもあるんですけど、そういうちょっと待ちとか、相手のデッキに対しての、この、独特な手札の切り方とかは、またやっていってからしか身につかないと思うんでね。それは今日は一応やめときます。それ言ったらね、結構切りないんで、これに対しては待ちとかね。そういうのちょっとね、言ってたら、めちゃめちゃ長くなっちゃうんで、それはいろんな僕がね、上げてる YouTube 見てもらって、で、こういう時はこういう程度の切り方してるなとか、いうのを参考にしてもらえればいいなと思います。こういうところでも、なんでここはバルーン出したんかとか。で、これは相手のデッキ、インドラトルネとかいうね、デッキなんですよね、大抵。これバルーンかな多分。なんですけど、そういう時はね、そういう時は、ここね、レイジに乗っけて相手がバルーン出すと思ったんで、マスケはね、こっち、左に出しましたね。今右に出しちゃうとここ止まんなかったんでね。で、今ちょっとね、相手の攻めがちょっと急すぎて、全然説明できてなかったんですけど、相手のね、デッキこれテンプレなんですけど、バルーンでね、バルーンのテンプレで、ここは、ちょっと待って、マジで説明できないな。ここは、とりあえず、相手の手札にインドラが回ってないときは、バルーン単体が刺さるんですよね。こんな感じで。今は別に爆破とか入ってないんですけど、ベビドラしかね、相手の手札にいないときは、こんな感じで相手がトルネを切ってくれるっていう。ただただ美味しいっていう感じで、で、ここは相手トルネ切ってるんで、手札にインドラしかないと。で、今ここから出したときに、相手は攻めでフリーズをこっちは使われたくないんでね。相手にここでフリーズを使わせる。こんな感じで。使わせてあげたら、次のね、守りの時に楽になるんでね、こっちが。で、今相手のね、手札にトルネがあることだけ頭に入れつつ、こんな感じで。で、バルーンだけ入らないようにね。こんな感じで守ってあげて、で、ここね、トルネ使ったんで、トルネとフリーズ使ったんで、ここインドラで抑えてくるんですけど、ここね、なんでアイゴレでね、先に蓋してあげて、で、ここも打ってあげると。で、ここでフリーズとかトルネ使ったら、ただただこの次のね、攻撃が刺さる守りでね、守りやすくなるって感じで。ちょっと待って、全然説明できてないな。って感じで、いろいろね、考えながら相手の手札把握しつつ、こういうデッキだなっていうのを考えて、いって出していくって感じで、やってます。説明できてるかわかんないですけど、この後ね、ちょっと用事あるんで、めっちゃ今日は短いんですけど、とりあえず、今のとかは特に手札把握して、相手がね、ここ、ベビドラしかないってことは、ベビドラに対してバルーン単体出したら、
一発入る。でも相手はそれを守るためにトルネまで使わないといけない。で、そうすると、こっちのね、マスケを防衛でね、使うときに、相手の手札にトルネがあったら、ベビドラトルネとか、ランバートルネでされて、そのままバルーンでね、バルフリで一発持ってかれる。っていうのはもったいないんで、それをさせないためにも、インドラがいないタイミングでバルーン、単体で出し上げて、相手にトルネかフリーズを使わせてあげる。ってやったら、こっちの攻めは刺さんないけど、相手の攻めも刺さんない。でも、こっちは高回転なんで、相手の敵に対してね、有利が取れてくるんですよね。後になれば。攻めればね。なんで、こういう感じで、この、相手が嫌だなって思ってることとか、自分の攻めの指し方を常に考えながら、プレイするのが、バルーンのね、上手くなるってかなと思います。なんで、やればね、やるほど上手くなると思うんで、今日全然、初心者講座って言いつつそんな文章とかでね、説明できてないんですけど、とりあえず手札サイクルと対空把握と相手のデッキ把握。で、相手が嫌なことを常に考えてプレイするって感じですね。全然説明できてないけど。って感じですね。とりあえず、今日の動画はこれで終わるんですけど、また初心者向けに、なんか相性とかね、それについての立ち回りとか、紹介できたらするんで、それも見てくださいってことで、今日の動画は終わります。ありがとうございました。バイバイ。